どうも、ベトナム在住の内津です。今日はね、友達のスーパーカブ、エンジン、シリンダー周りね、組み立てていきたいと思います。こっち組み立てる前にね、ここのね、オイル漏れの確認と対処やっておきたいと思います。オイル漏れはね、こっちだと思うんですけど、カムチェンテーショナーもね、外します。どっちにしてもここはね、ボルトの頭潰れてるんでね、閉める、開ける。うわ、すごい力だ。よいしょと。ゴムはちょっとへこんでるな、変えよう。それよりオイルが飛び散った。一旦掃除。いや、ここね、オイル飛び散ってびっくりしたんですけど、中がね、中というかこのボルトですね、コーティング剤というか、これはなんだ、液体ガスケットなんだろうな、塗ってあったんですよ。だからここもやっぱりオイル漏れしてたんだろうな。それとね、もう一個がこれ、頭のゴムだけ変えようと思ったんですけど、ここにね、大きな傷ついてるんですよ。爪では引っかからないんだけどね、どっちにしてもね、一式交換します。バネの方もね、純正持ってきたんですけど、短くなってるんですよ。うまく映んないかな。まあいいや、とりあえず一式交換します。それでボルトの方もね、ドレンボルトもちゃんとしたの中古ですけど持ってるんでね、こっちに変えます。こっちはもう潰れて大変なんですよ。さあ、じゃあ掃除して交換。うわうわ、こんなところにガスケットついてるから漏れるんじゃないの。それでね、ここら辺も全部ホンダ純正入れていきます。ゴムもね、つけました。これで入れて、これでいけるやろ。ここね、2キロから 2.5 キロなんで23ニュートンで締めます。 24.4 で、こっからね、オイルを 1cc 以上入れなきゃいけないんですけど、こいつはね、エンジン組んでからにします。なんで次はここのオイルシールですね。ここね、取り外しなんですけど、このジェネレーターカバーついたまんま取りたいけど無理かな。ちょっと出っ張ってるガスケットだけ切っちゃいます。ここの取り外しですけどね、このリューターにね、先にこの尖ったやつつけて穴開けて木ネジで引っ張ります。さあ、じゃあ穴開けていこう。うわ、
ここ引っ張りにくいな。こいつをサイドカバーじゃないや、ジェネレーターカバー邪魔かな。抜けてくれ。失敗した。ちょっと大きいペンチでね引っ張ります。無理か失敗しちまった。このカバーあるタイプ難しいね。ちょっと別の場所に穴開けてやり直します。ダメだ。いや、ちょっとやり方変えよう。こういうね、なんだっけ、オイルシール引っ張る道具持ってるんで、こいつはね品質悪いからあんまりうまくいかなかった気はするんだけど、もう穴開けてるからね、無理やりいっちまうか。やっぱ曲がるな。ダメだ、曲がっちゃう。これの方がいいかも。うわ、こんなことしてると傷つけるよね。いや、これジェネレーターカバーだけ開けてもダメなんだよね。後ろにねジェネレーターの本体のベースがあるんですよ。どうしようかな。よっしゃー、取れたいや、今回はひどい抜き方だ。そんでやっぱここ当たる。うわ、いやー、カバーあるから無理。一応取れたかこんなところにまで液体ガスケット塗ってある。それ取れんよ液体ガスケットですね。周り傷つけちゃったかな。まあいけるか。掃除しよう。いやー、苦しみましたね。自分のならまだしも人のやつをこういう開け方したらいかんよね。とりあえず傷は大丈夫かな。しかしここに叩いた傷がすごいね。これが変形して抜けなかったのもあるんじゃないのかな。まあいいや、ちょっとここはもうちょい切っておこう。ここにね、なんかすごい叩いて潰れた傷があるんですよ。ガスケットじゃないや、オイルシール入れるときに変なことやったんでしょうね。
まあこれもね抜けにくかった原因の可能性があるんで、ダイヤモンドヤスリでね角だけ落としておきます。さあそれじゃあこれでねオイルシールはめていきましょう。こういうねゴムもやっぱりちゃんとホンダの純正使いますね。ホンダ純正はね中になんだっけグリースというかグリースか塗ってあるんですけど、追加でねシリコングリースも塗っちゃいます。あんまりそういう余計なことはしない方がいいのかな。よいしょ。それでここですね、このギザギザがねオイルシール傷めることがあるんでテープ貼ります。ここ貼りにくいな。ちょっと待ってよ、短くだ。こんな感じでいいんじゃない。正直ねこのセル付きはこのジェネレーターカバー外すべきなんですけど、この中華エンジンはね構造が特殊で、これ外してもここの下にねもう一個ジェネレーターのベースがあるんで、まあまあ頑張ってねこれではめていきます。いけるでしょう。でずずずっとね奥まで入れて、はめ込みはねソケットレンチなんですけど、いろいろ加工して叩きやすいようにしたやつでね叩いていきます。こんなもんでしょう。いやー今日はね苦戦しました。今日はねってね、要は本当はエンジンのね、シリンダーヘッド組んでいくつもりだったんですけど、ちょっとね今日はここまでにしちゃいます。これを取り付けて次回ねシリンダーヘッド組み立てします。なんでね今日はここまでです。それではまた。